今回は、マウス操作で Python の GUI 画面を作成できるページの基本操作について説明します。真ん中のフォーム画面に部品を配置し、GUI を作成していきます。こちらがウィジェットツールバーです。いろいろな部品が用意されています。そしてこちらがメニューバーとなります。プログラムの終了や保存のために使用します。こちらは、配置した部品の属性を設定するアトリビュートエディターとなります。そして、階層構造を示すウィジェットツリーがこの画面です。それでは、フォームにボタンを配置してみましょう。ボタンをクリックして、フォームでもう一度クリックします。すると、このようにボタンが配置されました。ボタンの大きさは、ハンドルを操作することによって変更できます。ボタンの名前は、アリアスに表示されています。それでは、属性を変更してみましょう。フォントを変更してみます。この画面で、フォントとサイズなどを変更することができます。今回はサイズを14ポイントに変更します。すると、このように、ボタンの文字の大きさが変更できました。次に、ボタンに表示されている文字を変更します。テキストを選択し、文字をハロに変更します。すると、このようにボタンの上の文字が変わります。次に、ラベルを表示してみましょう。ラベルを選択しフォーム上でもう一度クリックします。そしてハンドルをドラッグし、大きさを調整します。先ほどと同様に、フォントサイズを変更してみましょう。フォントサイズを14ポイントに変更します。そして、テキストを全角文字でラベルに変更します。次に、ボタンをもう一つ作成します。今回は、こちらのボタンを右クリックしてコピーして貼り付けていきましょう。作成されたボタンを、右下に移動します。そして文字を変更します。テキストを終了と変更します。次に、ボタンに機能を割り当てていきましょう。ボタンを選択しアトリビュートエディターでコマンド属性を選択します。この欄に、ボタンが押された時実行する関数名を設定します。ここで正ハロと記入しておきます。そして、こちらのボタンにも関数名を設定します。先ほどと同様にアトリビュートエディターより入力することもできますが、このボタンをダブルクリックして設定することもできます。ここでは関数名をプロエンドと記入します。このような形で画面が作成されたら、この画面をページのファイルとして保存しておきます。メニューよりSave as コマンドを選択して保存します。今回はテスト例1とします。次に、Python ファイルを作成します。メニューより GenPython を選択します。ここで、Generate Python GUI を選択します。すると、エラーがなければこのように Python コードが表示されます。確認したら、下にスクロールしてセーブボタンを押しましょう。そして、Close でこの画面を閉じます。すると、このようにテスト例 HPY ファイルが保存されていることがわかります。次に、このファイルを実行するためのサポートファイルを作成することが必要となります。先ほどのメニューより、Generate Support Module を選択します。すると、このようなコードが表示されます。コードを見ていくと、先ほどボタンに設定した関数名が表示されているのがわかります。これを、エディターを使用して変更し、実際の動作を設定していきます。ここでは、このままセーブボタンで保存しておきます。すると、先ほどと同様に、同じフォルダーにサポートファイルが保存されます。それではビジュアルコードを起動して、先ほどのサポートファイルを変更していきます。
このコード内より先ほど生成された関数名を検索していきます。例えば、こちらのプロエンド関数を修正しましょう。ここでは、プログラムを終了するため EXIT メソッドを設定します。こちらの正ハロー関数については、内容をプリント、ハローワールドと書き換えます。そして、不要な関数の引数を削除します。修正が終了したらこのコードを保存しておきましょう。それでは、先ほどページで作ったプログラムテスト 01py をダブルクリックして実行してみましょう。すると、このような画面が表示されます。それでは、このボタンを押してみましょう。するとこのように、Hello World の文字がコンソールに表示されました。右下の終了ボタンを押すと画面が閉じて、プログラムが終了します。